この動画は N3 レベルの単語を 70% ほど収録しています。この動画が皆さんの学習に役立てば幸いです。それでは開始します。日本のモザイク環境に適応した外国人が、日本の作品はモザイクがあった方がいいみたいな話をよくするんですよ。僕は確実に反対ですね。隠す必要ないと思うんですよ。適度な規制は大事ですけど、絶対にモザイクはいらないです。海外って規制が緩いじゃないですか。ぜひゆるゆるでお願いします。いろんな意味で。自分が最近思うのは、物価が明らかに高いんですよ。石炭とか石油みたいな資源が影響しているんですよね。東京の中心で大都会に住んでいるので、うちの家計はいつも赤字ですよ。本気で節約するのに必死です。なので、無駄遣いを減らす方向で考えてます。贅沢なものを控えるようにして、貯金をしなきゃいけないんですよね。もっと貯める必要があります。と言いながら、最近スイッチ2を購入しちゃって、今月の予算を使い果たして、もう終わったと思ったんですけど、毎月こんな感じで不安定なんですよね。まあ、なんとかなると思います。多分。自分のルーティーンは早朝に起きて朝食を食べてデパートの試食コーナーで今日何を食べるか考えてそこで昼食を買うんですよ。夜食は食器を洗うのが面倒でインスタント食品で済ませるんですよ。もしくは夜ご飯を抜くんです。一人暮らしの典型的な例ですよね。あるあるですね。自分の少年時代は結構真面目だったんですよ。弁護士を募集していますっていう看板を見て、そういう専門的な職業に就きたくて強い憧れがあったんですよ。労働の法律とか権利とか資格の勉強をしていたんですけど、冤罪を防ぐにはどうすればいいか、最高裁でどんな判決が下されたのかみたいな勉強をしていたんですけど、正直面白くなかったんですよ。結局のところ1年で辞めたんですよね。でも何か疑いをかけられて裁判で訴えられた時に対処できるので、今後の人生には生きると思うんですよね。おそらくですけど。自分の英語学習は発音から学びを得たんですよ。ネイティブのセリフを真似したり、ひたすら音声を聞いていると、不思議とだんだん理解できるんですよ。アメリカ人の母親とイギリス人の父親を持つキッズ YouTuber を参考にしていたので、すごく勉強になったのを実感したんですよね。大した英語力ではないんですけど、コミュニケーション能力はしっかり身についたんですよね。近頃の地球環境は大雪の増加とか大気の汚染とか気候変動、地球温暖化の減少とかどんどん悪化してるんですよね。生命に必要な酸素が将来足りなくなるとか恐ろしい話ですけど、現実的に自分ができることは限られていて様子見するしかないんですよね。今の SNS ってゲーム仲間を募集したり、もちろん便利なんですけど、誤った情報が発信されたり、悪意のある過激な投稿があったり、害のある部分も多いんですよね。長所も短所もあると思うんですけど、スマホの画面を見ることに依存したり、今の SNS は危ういと思いますね。悪い影響もあると思います。昔 Amazon の配達をしたことがあって、配送の仕事はきついんですよ。少しでも遅れるとクレームが殺到するんですよ。給料も安いですし、その他の条件も悪いので余裕がないんですよね。予想外のことも多いのであまり安定しないんですよね。他人に勧めたくはないんですよね。自分の地元は田舎なので空き家が多いんですよ。田舎の住民としては人口の減少は解決が困難で、自分の意思ではどうにもできないですね。幼少期から馬が好きなんですよ。レースとかで流れるように素早く走る姿を見てかっこいいなと思ったんですよ。すごく賢いイメージがあるのに、草を食べる姿が特徴的で可愛らしいですよね。この頃、携帯の調子が悪くて通信状態が悪いって頻繁に出るんですよ。買い替えも考えたんですけど、最近 iPhone が高価なのでもう少し我慢したいところですね。性能には満足しているので、あと数年は耐えると思います。自分の学生時代はコロナで卒業式が中止になったんですよ。卒業式ってすごく重要で、ある意味伝統みたいな感じなんですよ。みんなで何かの発表をしたり、学校の思い出を語り合ったりするので、現場の教師たちも悲しんでいて、ちょっと失望しちゃったんですよね。それでも進学や就職といった形でそれぞれの道を歩んでいるので、みんな幸せに生きていると思います。受験の思い出なんですけど、試験が開始してから5分くらいで眠くなっちゃうんですよね。文系か理系か悩んで理系を選んだんですけど、物理や数学の式を見ているとだんだん眠くなってきちゃうので、選択をミスったなぁと思いましたね。昨日の話なんですけど、電車の前にある電光掲示板に警告が表示されていて、ちょっと怖かったんですよね。おそらく故障していて、何の文字かわからないような怪しい映像が流れていましたね。ちょっと怖いなーって思いましたね。
近頃は友達との関係をしんどいと感じちゃうんですよね。常にスマホの通知を気にしたり、 LINE の返信が既読になるかどうかぼーっと眺めたり、デジタル依存が激しいので生活の態度を改めないといけないですね。あっという間に時間が解けます。日本は治安がいい国ですけど、重大な犯罪が発生することもあるんですよ。犯人がまだ逮捕されていない事態が長期で続いてしまうこともあるんですよ。すでに自殺していたり、寿命で亡くなっていたり、いろいろな可能性が考えられるんですけど、早く捕まって裁判にかけられてほしいですね。きちんとした罰を受けるべきだと思います。命を失った被害者が報われないです。日本が必ずしも安全とは限らないんです。これはあらゆる国において同じなんですよね。いつ凶悪な犯罪者が現れるか全く予測できないんですよね。恐ろしいなーって思いましたね。冬場は乾燥しやすい季節なので、火災に注意が必要なんですよね。急速充電とか発火リスクがありますし、燃えたら最悪死んでしまうので、自分の命を守るためにも常に意識しないといけないですね。年齢が上がるにつれて注意力も低下していくので、本当に怖いと思いますね。ここで天気予報の時間です。沖縄から北海道まで一気に梅雨の季節に入ります。およそ2時間大雨が予想されています。その後は全国的に快晴となる見込みです。しばらくは快適な気温になるでしょう。以上、お天気の情報でした。自分は学力が高くないんですよ。数学、物理、科学みたいな分野が苦手で、哲学や道徳といった難しい授業も苦手だったんですよね。あまり知能が高くないんですよ。学歴もいい大学ではないですし、学校に通うのがだるいと感じて中退してしまったんですよ。優秀なタイプではなかったんですよね。どちらかというとスポーツが得意で、柔道をやっていて力強いねって言われていたので、体力を使う仕事が向いていたんですよね。まあ今は引きこもってゲームばっかりやってるダメ人間ですけどね。はっはっはっは。今のは笑うところです。決して滑ったわけではないです。今のはうちにペットがいるんですけど、最初は暴れ気味だったんですよ。でも愛情を持って接していれば立派に育つんですよね。強引に接するのが一番ダメで、愛が大事だと思っています。さっき大学を中退したっていうお話をしたんですけど、その後は無事に就職できたんですけど、人と話すのは得意なので、面接で長所と短所について述べるのが上手だったんですよ。ただ仕事の評価が最低レベルで、ものすごく調子が悪くて努力しないとまずいと思って、入社してから1年くらいはがむしゃらに仕事してたんですよね。結果としては大成功でした。日本でよくあるのが、仕事の同僚とか学校の同級生と集まってみんなで居酒屋に行くんですよ。お酒は嫌いじゃないんですけど、5人以上のメンバーになると会話がやりにくいんですよね。それに雰囲気が苦手で、仕事の愚痴が非常に多いので早めに切り上げるんですよ。コミュ力が高ければよかったんですけどね。自分が日本語の教師を始めてもう2年も経つんですけど、結局のところ言語学習は基礎が最も重要なんですよね。語学は初級、中級、上級の3つのレベルに分類できますけど、いい結果を求めるならまず基本を大切にした方がいいです。自分自身の成長であったり上達に必要なものだと思います。確かに効果のある学習法はありますが、簡単な勉強法はないと思います。これが語学に対する自分の結論です。幼い頃から科学に興味があって積極的に学んでいたんですよね。なんで水は0度で凍って氷になるの？どうしてお湯は100度で沸騰するの？なぜ泡は宙に浮くの？絶滅した生物はもう戻らないの？そういう疑問が浮かんだんですよ。本屋さんで書籍を漁って Google で検索をして調べ物を頻繁にしていたんですよね。物事を知りたがる性格なんですよね。成人してから新聞やテレビでニュースを見るようになったんですけど、政府や国会議員の発言を聞いていると、何が正解で何が不正解なのか、選挙で勝利することだけが目的ですよね。同じ政府でも見解がバラバラで、誰一人として責任を負ってくれないです。都合の悪い出来事があると消極的な発言をして最終的に黙るんですよね。不幸な国ですよ。NHK からの引用なんですけど、とある大学の調査によると、長期のバイトを経験した人は貧しい環境になる可能性が明確に低いと主張しているんですよ。多くの人々のデータを使って将来いい影響を与えることを明確に示しているので、この証明は納得できますよね。まあ
僕のアルバイトは半年しか続いたことないんですけどね。今のは家庭の環境って良くも悪くも人生に影響します。自分は22歳になって親から独立したんですけど、もし親との関係が悪くなければ、金銭的にもっと余裕ができて豊かな環境だったかもしれないですね。親との仲がいい状態なら家族に耐えるのは大事ですよ。一旦自分の人生を振り返るのもすごく大事です。おばあちゃんの知恵って想像以上に偉大だと思います。食料とか飲料の保存方法みたいな話は地震や災害が多い日本だとすごく重要なんですよね。そういった緊急の事態に対して長年備えてきたことで日本人は生存できたんだと思います。自分は共同で作業するのが苦手で、一人で事務や営業の仕事をする方が向いていたんですよね。企画や編集の仕事もしてたんですけど、若干苦手意識があったんですよね。適切な仕事を選ばないと、うつ病とかで精神が悪化しちゃうんで、無理して抵抗のある仕事をしなくても別にいいと思うんですよね。朝から晩まで働いて、早朝まで残業したり、仕事に情熱を注ぐのは悪いことではないですけど、時には休憩も必要なんですよね。日本は取られる税金が多くてあまり贅沢できないんですよね。税金を納めないで滞納している状態が続くと郵送で赤い封筒が届くんですよ。一度だけやらかしたことがあったので皆さんも気をつけてくださいね。あれ怖いんですよ。日本の製品は品質が優れていて気に入る人が多いんですけど、実際の製造は中国が多くて日本製って感じがしないんですよね。最近は国内の設備も増えて株価も増加しているので日本企業も順調なんですよ。ようやく希望が見えてきたんですよね。これからに期待ですね。世の中には苦労する仕事がすごく多いんですよね。医師とか医療の分野は相当大変だと思います。一般的な印象としては高い収入や地位を持っていて輝いているように見えて、実際はかなり困難ですよね。自分にはとてもできないので、医者の方々には心から尊敬しています。週末好きな人と遊ぶ予定で誘うことに抵抗があったんですけど、唯一本気で好きと思える人なので、まだ前日なんですけどドキドキしてます。一生独身だと思っていたんですけど、ワンチャン結婚もあると思ってます。 SNS でやり取りをしていたんですけど、偶然の出会いってあるもんなんですね。ただ男女のお付き合いがわからなくて、人生で恋愛をしたことがないので恋人としての関係を維持したいですね。将来的には互いを支えるようないい関係になりたいですね。21世紀はどんな時代になるのか、作業とか全部 AI が代行するんですかね。人類と違って AI は態度が悪いとか提出が遅れるといったことがないので、人間の労働は突然消えるのかもしれないですね。どうしたらいいんでしょうね。昔ゲームの大会に参加して銃を撃ったりグレネードを爆発させたりして武器で戦うゲームなんですけど、その時ぶっちぎりで優勝したんですよ。参加者100人前後だったんですけど、最終試合でめちゃくちゃ盛り上がって最高の舞台になったんですよね。忘れられないいい思い出ですよ。先月うちの向かい側のビルが解体されて新しい建物が建築されてるんですけど、10階以上の建設とかあれ怖くないんですかね。自分は高いところを嫌う節があるのでさすがに不可能ですね。夜中にパソコンをつけると翌朝まで遊んじゃうんですよね。朝の通学に間に合わなくて大学の教授から怒られたり、通勤に間に合わなくて会社の上司から叱られたり、特に上司はとんでもない表情になってかなり悪口を言ってくるんですよ。生きるのって大変ですよね。自分は音楽の知識があって楽器の演奏とか当時夢中になって取り組んでたんですけど、僕には作曲の才能がなくてプロの人と比較して能力で劣るので夢を諦めたんですよね。少しずつやる気を失っていって最終的に引退しました。覚悟が足りていなかったし実力が不足していたんですよね。コメントや感想も少なかったのでまだまだ精進しなきゃと思いましたね。もうやめちゃったんですけどね。うちの兄なんですけど、短気な性格なので攻撃的な行動に出ちゃうんですよね。家族のことを考慮してくれないし、無茶な要求もすごく多いです。こっちが何か言っても無視してくるので、一緒にいると苦痛なんですよね。やたら頑固な一面もあるので、本当に迷惑な存在ですよ。何を目的に生きるのか、何を目標に生きるのか、世の中悩むことが多いですけど、あまり真剣にならずにのびのびと暮らす方がいいと思うんですよね。深刻に考えてしまうと否定的な感情になってしまうので、何事もほどほどにするのが大事ですよ。常識にとらわれる必要はないです。
一昨年の話なんですけど、クレジットカードを不正に利用されて、しかも半額しか戻ってこなくてがっかりしたんですよ。損害賠償とか請求できないんですかね。正直制度に欠陥があると思います。ちゃんと救済してほしいですよね。今年度から免許を取得したくて申し込みの手続きをしたんですけど、運転の練習をしている最中、操作があまりにも下手すぎて事故りかけたんですよね。それからはかなり慎重に運転するようになったんですよね。他人の命を奪うこともあるので気をつけないといけないです。めったに使わない日本語コーナーの時間です。上等だとかアニメでしか使わなくないですか？まあ今回はあまり入れなくていいですよね。ここまでにしておきましょうか。お疲れ様でした。